今日も一日お疲れ様でした。暑い日が続きますが、お体には気をつけてお過ごしください。おやすみなさい。サルカニ合戦。昔々、柿の種を拾った猿が、美味しそうなおにぎりを持ったカニにばったりと出会いました。猿はカニのおにぎりが欲しくなり、カニにずるいことを言いました。この柿の種をまけば、毎年おいしい柿の実がなるよ。どうだい？おにぎりと交換してあげようか。うん、ありがとう。カニは大喜びで家に帰り、早速柿の種をまきました。そしてせっせと水をやりながら、早く芽を出せ柿の種、早く芽を出せ柿の種、出さねばハサミでほじくるぞ。するとどうでしょう。さっきまいた柿の種から芽が出てきて、ぐんぐん大きくなりました。早く実がなれ柿の木よ。早く実がなれ柿の木よ。ならねばハサミでちょん切るぞ。今度は柿の木にたくさんの柿が実りました。よし、これで柿が食べられるぞ。と、カニは柿の実を取りに行こうとしましたが、カニは木登りができません。どうしよう。困っていると、さっきの猿がやってきて言いました。ありゃ、もう柿が実ったのか。よしよし、おいらが代わりに取ってやろう。猿はスルスルと木に登ると、自分だけ赤い柿の実を食べ始めました。ずるいよ猿さん、私にも柿をください。うるさい、これでもくらえ。猿はカニにまだ青くて硬い柿の実をぶつけました。痛い痛い、猿さんずるい。大怪我をしたカニは泣きながら家に帰りました。そしてお見舞いに来た友達のウスとハチとクリにそのことを話しました。話を聞いたみんなはカンカンに怒りました。よーし、みんなであの猿を懲らしめてやろう。みんなは早速猿の家に行き、こっそり隠れて猿の帰りを待ちました。おお、寒い寒い。震えながら帰ってきた猿がいろりに当たろうとした途端、いろりに隠れていた栗がパチーンと弾けて、猿のお尻にぶつかりました。あちちちちち、水だ水。お尻を冷やそうと水がめのところへ来ると、水がめに隠れていた蜂にチクチクと刺されました。痛い痛いよ、助けて。たまらず外へ逃げ出すと、屋根の上から大きな臼が落ちてきました。ドスーン。わあ、ごめんなさい。もう意地悪はしないから許してください。それから改心した猿はみんなと仲良くなりました。おしまい。
子育て幽霊。昔々、ある村に一軒の飴屋がありました。ある年の夏のこと、夜も遅くなったので、飴屋さんがそろそろ店を閉めようかと思っていると、トン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 と戸を叩く音がしました。はて、こんな遅くに誰だろうと、飴屋さんが戸を開けてみますと、一人の女の人が立っていました。飴をくださいな。はい、少々お待ちを。飴屋さんは女の人が持ってきた器に壺から水飴をすくって入れました。一文いただきます。ありがとう。女の人はお金を払うと消えるように言ってしまいました。その次の日、今日も飴屋さんが戸締まりをしようと思っていると、また戸を叩く音がします。飴をくださいな。やはり女の人でした。女の人は昨日と同じように飴を買うと、スーッとどこかへ帰っていきます。それから毎晩、女の人は夜更けになると飴を買いに来ました。次の日もその次の日も、決まって夜更けに現れては飴を買っていくのです。さて、ある雨の夜、この日は隣村の飴屋さんが訪ねてきて、いろいろと話し込んでいたのですが、飴をくださいな。と、いつものように現れた女の人を見て、隣村の飴屋さんはガタガタと震え出したのです。あの女は一月ほど前に死んだ松吉のかかあにちげえねえ。二人は顔を見合わせました。死んだはずの女の人が夜な夜な飴を買いに来るはずはありません。しかし、隣村の飴屋は間違いないと言いました。そこで二人は女の後をつけてみることにしました。飴を買った女の人は林を抜け、隣村へと歩いていきます。その場所は、墓だ。女の人は墓場の中に入っていくと、スーッと煙のように消えてしまったのです。お化けだ。二人はお寺に駆け込むと、和尚さんにこれまでのことを話しました。しかし和尚さんは、そんなバカなことがあるものか、きっと何かの見間違いじゃろう。と言いましたが、二人があまりにも真剣なので、仕方なく二人と一緒に墓場へ行ってみることにしました。すると、おんにゃー、おんにゃーと、かすかに赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。声のする方へ行ってみると、人間の赤ん坊じゃないか。どうしてこんなところに。
お嬢さんが提灯の明かりを照らしてみると、そばに手紙が添えられています。手紙によると、捨てられたのは数日前、それから何日も経つのに、どうして生きられたんじゃ。ふと見ると、あの女の人が毎晩飴を買っていった器が赤ん坊の横に転がっていたのです。そして赤ん坊が捨てられたそばの墓を見ると、おお、これはこの前に死んだ松吉の女房の墓じゃ。なんと幽霊が人間の子供を育てていたのです。なるほど。それで飴を買いに来たんだな。それも自分の村では顔を知られているので、わざわざ隣村まで。きっと自分の墓のそばに捨てられた赤ん坊を見るに見かねたに違いありません。お嬢さんは心を打たれて、松吉の女房の墓に手を合わせました。優しい仏様じゃ、この子はわしが育てるに安心してくだされよ。こうしてお墓に捨てられた赤ん坊はお嬢さんに引き取られました。それからあの女の人が飴屋さんに現れることはもう二度となかったそうです。おしまい。一寸法師。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人には子供がいなかったので、おじいさんとおばあさんは神様にお願いをしました。神様、親指くらいの小さい小さい子供でも結構です。どうぞ私たちに子供を授けてください。すると本当に小さな小さな子供が生まれたのです。ちょうどおじいさんの親指くらいの男の子です。二人は早速一寸法師という名前をつけてやりました。ある日のこと、一寸法師はおじいさんとおばあさんにこんなことを言いました。私も都へ行って働きたいと思います。どうぞ旅の支度をしてください。そこでおじいさんは一本の針で一寸法師にちょうどぴったりの大きさの刀を作ってやりました。おばあさんはお椀を川に浮かべて一寸法師の乗る船を作ってやりました。ほら、この針の刀をお持ち。ほら、このお箸で船を漕いでおいで。はい、では行ってまいります。一寸法師は上手にお椀の船を漕ぐと、都へと出かけました。そして都に着くと、一寸法師は都で一番立派な家を訪ねていきました。頼もう、頼もう。はーい。あれ？出てきた手伝いの人は首をかしげました。おや、誰もいないね。ここだよ、ここ。手伝いの人は小さな一寸法師をやっと見つけました。あれまあ、
なんて小さい子だろう。そして一寸法師はその家のお姫様のお守り役になったのです。ある日のこと、一寸法師はお姫様のお供をしてお寺にお参りに行きました。するとその帰り道、突然2匹の鬼が現れたのです。おお、これはきれいな女だ。もらっていくとしよう。鬼はお姫様を見ると皿を落としました。待て。一寸法師はおじいさんにもらった針の刀を抜くと鬼に飛びかかりました。ところが、なんだ、虫みたいなやつだな。お前なんぞこうしてくれるわ。一寸法師をひょいっとつまみ上げると、パクリと丸飲みにしてしまいました。鬼のお腹の中は真っ暗です。一寸法師は針の刀を振り回してお腹の中を刺して回りました。これには鬼も参りました。いたたたたたた。困った鬼は慌てて一寸法師を吐き出しました。よし、今度はわしがひねりつぶしてやるわ。もう一匹の鬼が言いましたが、一寸法師は針の刀を構えると、今度はその鬼の目の中へ飛び込んだものですから、鬼はびっくりです。助けてくれ。二匹の鬼は泣きながら逃げ出してしまいました。これに懲りてもう二度と来るな。おや、これは何でしょう、お姫様。鬼が行ってしまった後に不思議なものが落ちていました。まあ、これは打ち出の小槌というものですよ。トントンと振ると何でも好きなものが出てくるのです。そこで一寸法師はお姫様に頼みました。私の背が伸びるよう、せー出ろ、せー出ろ、とそう言って振ってください。お姫様は喜んで打ち出の小槌を振りました。せー出ろ、せー出ろ。すると一寸法師の背は振れば振っただけぐんぐんと伸びて、誰にも負けない立派な男の人になりました。そして一寸法師はお姫様と結婚して仕事も頑張り大変出世したということです。おしまい。花咲じいさん。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は子供がいなかったので、シロという犬をとても可愛がっていました。ある日、シロが畑で吠えました。ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン。おや、ここを掘れと言っているのか？よしよし、掘ってやろう。おじいさんが掘ってみると、やや、これはすごい。なんと、地面の中から大判小判がザクザクと出てきたのです。
この話を聞いた隣の欲張りじいさんが、わしも大判小判を手に入れる。おめえの白をわしに貸してくれや。欲張りじいさんは白を無理やり畑に連れて行きました。そして嫌がる白がキャンキャン泣いたところを掘ってみると、臭いゴミがたくさん出てきました。この役立たずの犬め。怒った欲張りじいさんは、なんと白を殴り殺してしまったのです。白を殺されたおじいさんとおばあさんは、泣く泣く白を畑に埋めてやると、お墓を作りました。次の日、おじいさんとおばあさんが白のお墓参りに畑へ行ってみると、白のお墓の棒が一晩のうちに大木になっていたのです。おじいさんとおばあさんはその木で臼を作ってお餅をつきました。すると不思議なことに、餅の中から宝物がたくさん出てきました。それを聞いた欲張りじいさんは、わしも餅をついて宝を手に入れる。おめえの臼をわしに貸してくれや。と、臼を無理やり借りると、自分の家で餅をついてみました。しかし、出てくるのは石ころばかりで、宝物は出てきません。いまいましい臼め。怒った欲張りじいさんは、臼を斧で叩き割ると、焼いて灰にしてしまいました。大切な臼を焼かれたおじいさんは、せめて灰だけでもと持ち帰ろうとしました。その時、灰が風に飛ばされて枯れ木にふわりとかかりました。するとどうでしょう。灰のかかった枯れ木に満開の花が咲いたのです。おじいさんは嬉しくなって、枯れ木に花を咲かせましょう。パーと言いながら次々に灰をまいて、枯れ木に美しい花を咲かせました。ちょうどそこへお城のお殿様が通りかかりました。ほう、これは見事じゃ。お殿様は大層喜んで、おじいさんにたくさんの褒美をあげました。それを見ていた欲張りじいさんが、おい、わしも花を咲かせて褒美をもらう。その灰をわしによこせ。無理やりに灰を取り上げると、お殿様に言いました。この灰はわしのものです。わしが枯れ木に花を咲かせますから、わしに褒美をください。欲張りじいさんは、殿様の前でたくさん花を咲かせようと、灰を一斉にまきました。すると灰がお殿様の目に入って、欲張りじいさんは、お殿様の家来に散々殴られたということです。おしまい。猿カニ合戦。むかしむかし、柿の種を拾った猿が、おいしそうなおにぎりを持ったカニにばったりと出会いました。
猿はカニのおにぎりが欲しくなり、カニにずるいことを言いました。この柿の種をまけば、毎年おいしい柿の実がなるよ。どうだい？おにぎりと交換してあげようか。うん、ありがとう。カニは大喜びで家に帰り、早速柿の種をまきました。そしてせっせと水をやりながら、早く芽を出せ柿の種、早く芽を出せ柿の種、出さねばハサミでほじくるぞ。するとどうでしょう。さっきまいた柿の種から芽が出てきて、ぐんぐん大きくなりました。早く実がなれ柿の木よ。早く実がなれ柿の木よ。ならねばハサミでちょん切るぞ。今度は柿の木にたくさんの柿が実りました。よし、これで柿が食べられるぞ。と、カニは柿の実を取りに行こうとしましたが、カニは木登りができません。どうしよう。困っていると、さっきの猿がやってきて言いました。ありゃ、もう柿が実ったのか。よしよし、おいらが代わりに取ってやろう。猿はスルスルと木に登ると、自分だけ赤い柿の実を食べ始めました。ずるいよ猿さん、私にも柿をください。うるさい、これでもくらえ。猿はカニにまだ青くて硬い柿の実をぶつけました。痛い痛い、猿さんずるい。大怪我をしたカニは泣きながら家に帰りました。そしてお見舞いに来た友達のウスとハチと栗にそのことを話しました。話を聞いたみんなはカンカンに怒りました。よーし、みんなであの猿を懲らしめてやろう。みんなは早速猿の家に行き、こっそり隠れて猿の帰りを待ちました。おー、寒い寒い。震えながら帰ってきた猿がいろりに当たろうとした途端、いろりに隠れていた栗がパチーンと弾けて、猿のお尻にぶつかりました。あちちちちち、水だ水。お尻を冷やそうと水がめのところへ来ると、水がめに隠れていた蜂にチクチクと刺されました。痛い痛いよ、助けて。たまらず外へ逃げ出すと、屋根の上から大きな臼が落ちてきました。ドスーン。わあ、ごめんなさい。もう意地悪はしないから許してください。それから改心した猿はみんなと仲良くなりました。おしまい。子育て幽霊。むかしむかし、ある村に一軒の飴屋がありました。ある年の夏のこと、夜も遅くなったので、飴屋さんがそろそろ店を閉めようかと思っていると、トン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 と戸を叩く音がしました。はて、こんな遅くに誰だろう。
と、飴屋さんが戸を開けてみますと、一人の女の人が立っていました。飴をくださいな。はい、少々お待ちを。飴屋さんは女の人が持ってきた器に壺から水飴をすくって入れました。一文いただきます。ありがとう。女の人はお金を払うと消えるように言ってしまいました。その次の日、今日も飴屋さんが戸締まりをしようと思っていると、また戸を叩く音がします。飴をくださいな。やはり女の人でした。女の人は昨日と同じように飴を買うと、スーッとどこかへ帰っていきます。それから毎晩、女の人は夜更けになると飴を買いに来ました。次の日もその次の日も、決まって夜更けに現れては飴を買っていくのです。さて、ある雨の夜、この日は隣村の飴屋さんが訪ねてきて、いろいろと話し込んでいたのですが、飴をくださいな。と、いつものように現れた女の人を見て、隣村の飴屋さんはガタガタと震え出したのです。あの女は一月ほど前に死んだ松吉のかかあにちげえねえ。二人は顔を見合わせました。死んだはずの女の人が夜な夜な飴を買いに来るはずはありません。しかし、隣村の飴屋は間違いないと言いました。そこで二人は女の後をつけてみることにしました。飴を買った女の人は林を抜け、隣村へと歩いていきます。その場所は、墓だ。女の人は墓場の中に入っていくと、スーッと煙のように消えてしまったのです。お化けだ。二人はお寺に駆け込むと、和尚さんにこれまでのことを話しました。しかし和尚さんは、そんなバカなことがあるものか、きっと何かの見間違いじゃろう。と言いましたが、二人があまりにも真剣なので、仕方なく二人と一緒に墓場へ行ってみることにしました。すると、おんぎゃー、おんぎゃーと、かすかに赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。声のする方へ行ってみると、人間の赤ん坊じゃないか。どうしてこんなところに。和尚さんが提灯の明かりを照らしてみると、そばに手紙が添えられています。手紙によると、捨てられたのは数日前、それから何日も経つのに、どうして生きられたんじゃ。ふと見ると、あの女の人が毎晩飴を買っていった器が赤ん坊の横に転がっていたのです。そして
赤ん坊が捨てられたそばの墓を見ると、おお、これはこの前に死んだ松吉の女房の墓じゃ。なんと幽霊が人間の子供を育てていたのです。なるほど。それで飴を買いに来たんだな。それも自分の村では顔を知られているので、わざわざ隣村まで。きっと自分の墓のそばに捨てられた赤ん坊を見るに見かねたに違いありません。お嬢さんは心を打たれて、松吉の女房の墓に手を合わせました。優しい仏様じゃ、この子はわしが育てるに安心してくだされよ。こうしてお墓に捨てられた赤ん坊はお嬢さんに引き取られました。それからあの女の人が飴屋さんに現れることはもう二度となかったそうです。おしまい。一寸法師。むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人には子供がいなかったので、おじいさんとおばあさんは神様にお願いをしました。神様、親指くらいの小さい小さい子供でも結構です。どうぞ私たちに子供を授けてください。すると本当に小さな小さな子供が生まれたのです。ちょうどおじいさんの親指くらいの男の子です。二人は早速一寸法師という名前をつけてやりました。ある日のこと、一寸法師はおじいさんとおばあさんにこんなことを言いました。私も都へ行って働きたいと思います。どうぞ旅の支度をしてください。そこでおじいさんは一本の針で一寸法師にちょうどぴったりの大きさの刀を作ってやりました。おばあさんはお椀を川に浮かべて一寸法師の乗る船を作ってやりました。ほら、この針の刀をお持ち。ほら、このお箸で船を漕いでおいで。はい、では行ってまいります。一寸法師は上手にお椀の船を漕ぐと、都へと出かけました。そして都に着くと、一寸法師は都で一番立派な家を訪ねていきました。頼もう、頼もう。はーい。あれ？出てきた手伝いの人は首をかしげました。おや、誰もいないね。ここだよ、ここ。手伝いの人は小さな一寸法師をやっと見つけました。あれまあ、なんて小さい子だろう。そして一寸法師はその家のお姫様のお守り役になったのです。ある日のこと、一寸法師はお姫様のお供をしてお寺にお参りに行きました。するとその帰り道、突然2匹の鬼が現れたのです。おお、これはきれいな女だ。
もらっていくとしよう。鬼はお姫様を見ると皿を落としました。待て。一寸法師はおじいさんにもらった針の刀を抜くと鬼に飛びかかりました。ところが、なんだ、虫みたいなやつだな。お前なんぞこうしてくれるわ。一寸法師をひょいっとつまみ上げると、パクリと丸飲みにしてしまいました。鬼のお腹の中は真っ暗です。一寸法師は針の刀を振り回してお腹の中を刺して回りました。これには鬼も参りました。いたたたたたた。困った鬼は慌てて一寸法師を吐き出しました。よし、今度はわしがひねりつぶしてやるわ。もう一匹の鬼が言いましたが、一寸法師は針の刀を構えると、今度はその鬼の目の中へ飛び込んだものですから、鬼はびっくりです。助けてくれ。二匹の鬼は泣きながら逃げ出してしまいました。これに懲りてもう二度と来るな。おや、これは何でしょう、お姫様。鬼が言ってしまった後に不思議なものが落ちていました。まあ、これは打ち出の小槌というものですよ。トントンと振ると何でも好きなものが出てくるのです。そこで一寸法師はお姫様に頼みました。私の背が伸びるよう、せー出ろ、せー出ろ、とそう言って振ってください。お姫様は喜んで打ち出の小槌を振りました。せー出ろ、せー出ろ。すると一寸法師の背は振れば振っただけぐんぐんと伸びて、誰にも負けない立派な男の人になりました。そして一寸法師はお姫様と結婚して仕事も頑張り大変出世したということです。おしまい。花咲じいさん。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は子供がいなかったので、シロという犬をとても可愛がっていました。ある日、シロが畑で吠えました。ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン。おや、ここを掘れと言っているのか？よしよし、掘ってやろう。おじいさんが掘ってみると、やや、これはすごい。なんと、地面の中から大判小判がザクザクと出てきたのです。この話を聞いた隣の欲張りじいさんが、わしも大判小判を手に入れる。おめえの城をわしに貸してくれや。欲張りじいさんは城を無理やり畑に連れて行きました。そして嫌がる城がキャンキャン泣いたところを掘ってみると、臭いゴミがたくさん出てきました。
この役立たずの犬め。怒った欲張りじいさんは、なんとシロを殴り殺してしまったのです。シロを殺されたおじいさんとおばあさんは、泣く泣くシロを畑に埋めてやると、お墓を作りました。次の日、おじいさんとおばあさんがシロのお墓参りに畑へ行ってみると、シロのお墓の棒が一晩のうちに大木になっていたのです。おじいさんとおばあさんはその木で臼を作ってお餅をつきました。すると不思議なことに、餅の中から宝物がたくさん出てきました。それを聞いた欲張りじいさんは、わしも餅をついて宝を手に入れる。おめえの臼をわしに貸してくれや。と、臼を無理やり借りると、自分の家で餅をついてみました。しかし、出てくるのは石ころばかりで、宝物は出てきません。いまいましい臼め。怒った欲張りじいさんは、臼を斧で叩き割ると、焼いて灰にしてしまいました。大切な臼を焼かれたおじいさんは、せめて灰だけでもと持ち帰ろうとしました。その時、灰が風に飛ばされて枯れ木にふわりとかかりました。するとどうでしょう。灰のかかった枯れ木に満開の花が咲いたのです。おじいさんは嬉しくなって、枯れ木に花を咲かせましょう。パーと言いながら、次々に灰をまいて、枯れ木に美しい花を咲かせました。ちょうどそこへお城のお殿様が通りかかりました。ほう、これは見事じゃ。お殿様は大層喜んで、おじいさんにたくさんの褒美をあげました。それを見ていた欲張りじいさんが、おい、わしも花を咲かせて褒美をもらう。その灰をわしによこせ。無理やりに灰を取り上げると、お殿様に言いました。この灰はわしのものです。わしが枯れ木に花を咲かせますから、わしに褒美をください。欲張りじいさんは、殿様の前でたくさん花を咲かせようと、灰を一斉にまきました。すると灰がお殿様の目に入って、欲張りじいさんは、お殿様の家来に散々殴られたということです。おしまい。